皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、韓国において外国人に対する性的犯罪が頻発しているというニュースを取り上げていこうと思います。なお、今回このニュースを取り上げる意義というのは、現在では新型コロナウイルスの問題もあって、今は海外旅行が気軽に行えるような時期ではありません。ところが日本のテレビ局の中には、そのような時期にもかかわらず、韓国に行くならどこに行きたいですかみたいな番組を作ったり、もしくは韓国の流行り物はこんなものがありますよなどといったことを特集して、なんとか日本人に韓国に行かせようと図っている、そのような意図が見えるテレビ局などもあります。ですから今回のような情報を知ることによって気軽に行けるような場所ではないし、リスクがあることを多くの人が知るべきだと私は思います。というわけで、韓国において外国人に対する性犯罪が頻発しているという記事を見ていきましょう。韓国で外国人女性狙う性犯罪が頻発、トラウマになり帰国する被害者も。2022年1月14日、韓国日報は外国人を狙った性暴力犯罪が頻発していると伝えた。国内事情に疎く、意思の疎通もスムーズではない社会的弱者を狙った犯罪だ。被害者に大きな苦痛を残す犯罪であるだけでなく、韓国の対外イメージを毀損する行為だと厳しく指摘している。警察の統計によると、外国人を狙った性暴力犯罪は2017年は938件、2018年は980件、2019年は924件発生した。新型コロナウイルスの拡散以降は、外国人の流入が減ったことで小幅に減少したが、2020年が747件、2021年が727件暫定値と、依然年間700件以上に達している。昨年の犯罪累計を見ると、強姦強制わいせつが554件、カメラなどによる撮影が124件、通信媒体を利用したわいせつ行為が427件、性的目的による公共の場への侵入が7件となっている。カナダから来た26歳の女性は2020年7月にテグで見知らぬ男からわいせつ行為を受けた。街中で無理やり飲食店に連れ込まれ、酒を飲ませられ、体を触られたという。助けを求めようと通行人と目を合わせても気にかけてくれる人はいなかった。自力で逃げ出すまで誰も助けてくれなかったと話している。アイルランド出身の36歳の女性は、地下鉄の中で60代の男に体を触られ、わいせつな動画を再生しているスマホを見せられるなどしたという。目的地の駅で男から逃げたが、助けを求められそうな人は見当たらず、どうすればいいかわからず通報もできなかったと話している。外国人女性たちは街を歩いているだけで後をつけられたり、酔っ払いに絡まれるなど、日常的に被害に遭っていると訴えている。特に外国人が多く住むシンチョン、ホンデなどの繁華街で多いという。ホンデ近くに住むアメリカ出身の30歳女性は、韓国人男性は身体接触をしようとすることが多く、物扱いされているように感じることがある。話をしようと腕をつかまれ、強く拒否をしても話してもらえず、警察に通報したこともある。外国人女性だというだけで、そのような待遇を受けなければいけないのかと腹立たしいと話す。また、34歳のアメリカ人女性は、地下鉄の車内から駅の改札の外まで男に追いかけられ、わいせつ行動をされただけでなく、首まで絞められたという。友人のおかげで難を逃れたが、女性はとても怖かった。韓国語ができず、通報もできなかった。トラウマになっていると話している。外国人を狙ったこうした犯罪が頻発する理由は大きく分けて、韓国語ができず、社会制度もよく知らないこと、外国人は韓国人に比べ性的にオープンだという偏見の2つだと記事は指摘している。被害女性たちは韓国に家族がおらず助けを求めることもできないので無気力になってしまう。韓国人女性に近づくのは怖いと思っている男が外国人に接近してくるようだなどと話している。被害女性たちにとって韓国は安全とは言えない国であり、年内に出国し母国に帰る計画を立てている人もいるという。この記事に韓国のネットユーザーからは、欧米ではそういう事件がないのか、韓国より多いはずだ、外国人による犯罪で被害を受けている韓国人の記事は書かないのか、防犯カメラが設置されている道を歩きなよ、何かあったらスマホで撮影するといい、証拠になるし本当の話だと信じてもらえる。お金を稼ぎに来たけど失敗して帰国する外国人が腹いせにおかしな話をしていくケースがあるからね、などのコメントも上がっており、なぜ性犯罪者を擁護するコメントが多いのか。外国人女性を狙った犯罪率が高かろうが低かろうが、彼女たちがこの国で被害に遭ったことが問題なのであり、
韓国人として恥ずべきことではないのかなどの反論が寄せられている。韓国内において外国人に対する性犯罪が頻発しているといった記事だったわけですが、国家全体として見ればどれほどの頻度でそうした犯罪が起きているのか、他の国との比較を少しだけしてみましょう。客観的な事実としてデータが集められて、ワールドポピュレーションレビューというところで統計が取られています。2020年のレイプ犯罪の国別統計においては、世界最悪なのは南アフリカで、10万人あたりのレイプ犯罪は132件。そしてアジア最悪なのが韓国で 13.5 件となっています。日本は 1.0 ということになっているので、日本から見た場合の韓国というのは、レイプ犯罪は 13.5 倍の危険性があるということです。もちろん、記事の中にもあったように、他の国の方がもっとひどいじゃないかという話は確かにそうで、世界最悪の南アフリカと比べた場合においては10分の1という見方もできます。ただしアジア最悪のレイプ大国である事実は変わりません。こういったニュースを見るときに一つ気をつけなければならないことがあります。それは警察が認知している件数といったものは全体から見れば必ずしも全体をカバーできているわけではありません。被害者はいるんだけど、その被害者に口封じがされていたり、もしくは被害者自身がもう心が砕けてしまって警察に駆け込むようなこともできないこともあります。また警察官によってはそのような事件に対してなぜか被害者の側ではなく犯罪者側の立場に立って被害者に対して事件として捜査することを思いとどまらせるようなことを言う人たちもいます。ですから必ずしも正確ではありません。しかし全体の傾向として見られることはある程度の事実を示していますから、日本と韓国を比べた場合において韓国の方がよほど危険性が高いという事実は変わりようがありません。そして韓国の人たちがこのような犯罪件数を見て海外の方がもっとひどいんだからみたいな言い訳をしているわけですが、この点について日本人はもっと気をつけなければなりません。というのも韓国の日本との関係を考えた場合において、韓国においては反日教育といったものが公の教育として行われている国であり、このような犯罪に対して必ずしも犯罪者を非難する声が上がるわけではない、そういった点には気をつけなければなりません。例えば2019年、日本人の観光客が今回の記事でもあったソウルの繁華街ホンデで旅行中に韓国人男性にしつこくナンパされ、それを断ると髪の毛をつかまれ路上に押し倒され、膝蹴りやもしくは頭を地面に叩きつけられるなどの暴行事件が発生しました。この事件に対して通常であれば犯罪者である韓国人男性が責められるべきなのですが、被害者が日本人であるということを理由として韓国のインターネット上においてはよくやったなどという犯罪者を称賛する声も一部にあったということは事実なのです。この男性はその後の裁判においては懲役1年の判決を受けましたが、そのようにして一部の中においてはそのような犯罪者を英雄視する人たちもいる。そしてそのような英雄視する理由というのが被害者の女性が日本人女性だったからという、そうした反日感情が存在していることは見逃せません。そういった意味において日本人は社会的な背景として犯罪のターゲットになってしまう、そのような可能性が韓国においては特殊事情として存在することはより多くの人たちが知るべき話だと思います。なおこの暴行事件に遭った女性というのはそのような犯罪のリスクについてあまり考えず、韓国の料理や韓国の流行り物について積極的に発信する日本人の新韓派の YouTuber でした。ですから決して韓国に対して悪い感情を持って韓国で観光していたわけではありません。そのような事情は結局のところ韓国人男性には関係のないことであり、日本人女性だとわかると日本人全体に対する差別用語などを浴びせかける様子などが動画などで今でも残っています。今回の記事の中では基本的には日本人ではなく韓国に在住のアメリカ人女性などの話が主に取り上げられているわけですが、そのようにして犯罪の対象になるといったことは多くの人が知るべき情報でしょう。いずれは海外旅行に対する敷居といったものも下がってくるでしょう。そのような時には動画の冒頭でも述べたような韓国旅行を推し進めるようなテレビ局が番組をいくつも制作し、日本人を韓国へと旅行させようと企むでしょう。ですからそのような人たちが少しでも思いとどまり被害者が少なくなることを私は願っています。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。